おはようございます。ケンです。もし AI のデータセンターが地上ではなく宇宙に作られるとしたら、あなたはどう思いますか？今、スペース X がやっていることはロケットでも火星でもありません。実は僕たちの想像よりももっとスケールが大きく、そして現実的なことです。多くの人にとってスペース X って言えばロケットを打ち上げる会社、あるいは火星移住を目指す会社というイメージだと思います。確かにそれは間違いではありません。ただ、ここ最近のニュースを並べてみると少し違和感が出てきます。XAI の買収、スターリンクの急拡大、航空機への本格導入、そして宇宙にデータセンターを作るという構想。これらは一見するとバラバラなニュースに見えますが、実は全て同じ方向を向いています。結論から言うと、スペース X は今、ロケット会社から宇宙 AI インフラ企業へと完全に進化しつつあります。しかもこれは遠い未来の話ではありません。すでに現実として動き始めています。まず、最も象徴的なのがスペース X と XAI の統合です。なぜスペース X は AI 企業を取り込んだのか、ここが今回の話の一番重要なポイントです。よくある説明だと AI も重要だから、成長分野だからという話になりがちですが、それでは全く足りません。スペース X にとって AI っていうのは目的ではなくインフラの一部なんです。AI が本当に必要としているものは何なのか、それは賢いアルゴリズムだけではありません。大量の電力、莫大な計算資源、そして安定した通信です。しかし、地上のデータセンターはすでに限界に近づいています。電力不足、冷却コストの増大、土地や環境規制、国家ごとの制約、AI が進化すればするほど地上で回すこと自体が重荷になってきているんです。そこで出てくるのが宇宙という選択肢です。宇宙にはほぼ無限の太陽光があります。真空空間による自然な冷却があります。そして国境という概念もありません。さらにスペース X にはすでにスターリンクっていう通信網があります。つまり電力、冷却、通信、この3点を最初から全て持っているのがスペース X となります。そしてここで重要になってくるのが XAI の存在。ここが効いてくるんです。XAI は単なる AI のスタートアップではありません。大規模モデルを動かし、膨大な計算を回すことを前提とした企業です。スペース X が XAI を取り込んだっていうことは、AI をどこで回すのかっていう問いに明確な答えを出したということでもあります。その答えが地上ではなく宇宙なんです。つまりこの流れの中で出てきたのが宇宙データセンターの構想です。100万機の衛星という数字だけを見ると突飛な話に聞こえるかもしれません。ですがこれは通信の話ではありません。軌道上に計算資源を配置するという極めて合理的な発想なんです。AI が必要とする環境を地球の外に作る。そう考えると、むしろ自然な進化とも言えます。そして重要になってくるのが、これが構想段階で終わっていないという点です。なぜなら、スターリンクはすでに実用フェーズに入っているからです。ここがスペース X の恐ろしいところです。では、ここからはスペース X の構想が絵空事ではないということを示す現実の話に入っていきます。鍵になるのがスターリンクです。スターリンクはもはや実験段階のサービスではありません。すでに航空機、船舶、遠隔地、そして軍事、政府用途まで含めて実用インフラとして使われています。特に象徴的なのがユナイテッド航空への本格導入です。ユナイテッド航空はスターリンクの Wi-Fi を搭載した機体をすでに300機以上まで拡大しました。しかもこれは一部の特別路線ではありません。毎日1000便規模のフライトで実際に使われています。動画視聴、オンライン会議、リアルタイム通信、これまで機内 Wi-Fi では不可能だったことが普通にできるようになってきています。ここで重要なのは、早いインターネットが使えるようになったっていう話ではないんです。重要なのは
低遅延で高い安定性を持つ通信が空の上でも成立しているという事実です。これはスターリンクがエンタメ用途ではなくってインフラとして完成しつつあるという証明にもなります。さらにユナイテッド航空はこのスターリンクをテーマにスーパーボウルで広告を出しています。スーパーボウルは世界で最も高額な広告枠です。そこに出すっていうことは単なる技術デモではなくって企業として本気で勝負に来ているというメッセージでもあります。つまりスペース X はすでに通信インフラを実用で回すフェーズ、これをクリアしているんです。だからこそその上に AI や計算資源を載せる話っていうのが現実味を帯びてくるわけです。では、これまでの話を一度まとめます。スペース X が持っているのは単体で見ればそれぞれ別の事業に見えます。ロケット、スターリンク、AI、宇宙データセンター。しかしこれらを一つに束ねると全く違う姿が見えてきます。ロケットは宇宙への輸送手段です。スターリンクは宇宙と地上をつなぐ通信網です。XAI はその上で動く知能です。そして宇宙データセンターは計算そのものを担う基盤です。これを一言で表すなら、スペース X が作っているのは宇宙 OS となってきます。宇宙という環境の上で通信し、計算し、判断する。国家も企業も軍事も AI も全てがこの OS の上で動く世界なんです。ではなぜ今この凄さが市場で正しく評価されていないのか。理由は単純です。スペース X は未上場企業だからです。株価もなければ PER もありません。EV メーカーのように分かりやすい指標もありません。しかし冷静に見るとスペース X ほど通信、AI、エネルギー、宇宙を一体で抑えている企業っていうのは他には存在しません。今は評価の物差しが存在していないだけなんです。多くの人は今でもスペース X を火星に行く会社と思っています。しかし実際にはスペース X は地球のインフラそのものを書き換えに行っている会社なのかもしれません。この視点で見ると、これまでのニュースの見え方が大きく変わってきます。XAI の買収も、スターリンクの拡大も、宇宙データセンターの構想も、全てが一本の線でつながってきます。では次に、そのインフラを支える現実の足元、つまりエネルギーと製造の話に移ります。テスラの4680バッテリーと太陽光の話です。ここを理解すると、なぜイーロン・マスクさんがここまで一貫した動きをしているのか、これがよりはっきりと見えてきます。明日は4680バッテリーと太陽光の話についてお話をしていきたいと思います。あなたはスペース X をどんな企業だと思っていますか？ロケット会社でしょうか？それとも未来のインフラ企業でしょうか？ぜひ意見っていうのをコメントで教えていただければと思います。はい、ではテスラの株価最後にチェックしておきましょう。本日は下げておりまして、現在418ドルとなっております。ここ数日で430ドル割り下がってきているという状況となっております。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。昨日の追伸でナノトップっていう洗剤、こちら紹介したんですけれども、昨日の夕方ナノトップから提案がありました。それはナノトップの他社洗剤との違い、これを現場で見せますというデモンストレーションをこれから受け付けるという内容となっています。その洗剤、本当に落ちていますかということで、植物性 100%、人と環境に優しい業務用の洗浄力、現場デモンストレーションとしてこれから受付していくということになっております。実際の現場、実際の汚れで導入前にご確認いただけます。ただしこれは法人様限定となっております。無料デモ対応に関しては僕の方がおつなぎしますので、僕の LINE の方から連絡をください。本当に昨日の夕方連絡を来てマジかと思ったんですけれども、全国どこでも行くようです。こちらに関してはやはり先週滋賀でナノトップの勉強会と実践会っていうのをしたんですけれども、やはり実際目の
の前で使ってみせると皆さんうなるんですよね。うお、こんなに落ちるんだっていう風にうなるので、ぜひね、こちら法人様限定とはなっておりますけれども、うちにも導入しようかなと考えていらっしゃる企業さんがあれば、ぜひね、LINE でお問い合わせをいただければと思います。僕も予定さえあれば全国どこでもその様子をね、見に行きたいと今は思っております。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。